さんこんにちはです。ビネオです。はい、ついにもう4月も入って、玉傷も、終了まであと2週間ぐらいでしょうか。ということで、本日は、この1年をね、少し振り返りたいということで、それぞれのちょっと項目に沿ってちょっとやってみたいかなと思います。はい、ということで第1弾は、キャラクター。ね。魅力的あるキャラクター。今回やっぱりね、結構いろいろ衝撃ありましたよね。ということで早速、まずじゃあ主人公ね、これ主人公ね、最初やっぱり賛否両論ありましたよね、これね。うん。これいらないんじゃないのこれ、7枠潰れちゃうんだけど、おじさんってね。まあそうなんだけど。で、一応最終的にはね、この見てわかるように6種類になりました。上級職っていうのはとりあえずなかっただけど、まあまあ賢者がそれなのかなという。まあ、何があれって、まあ、職業に勇者がありつつ、全く勇者使われない問題ありましたね。勇者使われない問題。ね。大体、あれこれもう戦士と魔法使いで終わるんじゃないのおじさん。ね。まあそうなんです。はい。なので、大体戦士で終わってたっていうところがなかなか、もう最も使われなかったの舞踏家じゃないかな。まあ残り時間ね、もうちょっとこの辺のキャラ使いつつというところで、でね、まあさっきとりあえずゼバロもなんとか僧侶じゃあ最後使うかというところで僧侶も使ったりしましたけど、まあ戦士、魔法使い、賢者だよね。うん。あと、ほとんど何も使ってないっていうね。ちょっと勇者だからやっぱ武器さ、勇者やっぱ全武器使えたりしたらもうちょっと変わったりしたのかもしれないけどね。うん、魔法使いはまあ普通に使いやすい。もう私も舞踏家は多分1、2回も使ってないレベルじゃないかな。うん、全然使った記憶ないですね。この辺りはね、まあまあ皆さんもそんな感じじゃないかなと思います。はい、じゃあ仲間ボードいきますか。はい、一応なんかこれね、いろいろマークついてますけど、一応全部これ、パネル開放は終わりました。全レベルも80にしました。はい、ということで、早速いきましょうか、上から。はい、大君ね。で、最初やっぱ言われてたのが、主人公だろうに大君弱いんですけど、ね。最初は残属性がやっぱりかなり猛威を振るってたので、だいぶこのデルムリン大君はまあまあそれなり使ったとは思うんですけども、このロモス関係でベンガーナは、まあお父ちゃん出てきてからまあそれなりで、エッグスーツはちょっとほぼ空気になり、でバーンパレスもそこそこだけど、この絆大の勇者1周年記念でぶっ壊れ出して、そして最後もう全部リュウマ人でいいんじゃねという流れなのかな。はい。なんで、なかなかこのね、使われなかった大君がようやくこの絆勇者大でようやく日の目を見たって、まあそういう感じですね。全く勇者なのにっていうね。それはありましたよね。うん。でも個人的にやっぱりアバンストラッシュ、その辺はね、ある程度配布してたりしたらちょっと変わったかもしれないですよね。そんな大君やのに渾身のなんとかとかそんなんいらないよっていうね、そういうのはあったんじゃないかと思います。はい。で、ポップさん。ポップさんはね、もうとりあえず、もうメラゾーマからまあ猛威振るってました。一番初めからもメラゾーマ当たりスキルだねってね、言われてましたけど、割と使ってたよね。デルムリンからの、で、ロモスはまああれだけど、パプニカ、ね、これもかなり使ってたんじゃないでしょうか。なので、ポップさん以外に出番多かったと思います。で、ベタンとかね、その辺はちょっと使い、難しいとこもあったか思いますが、やっぱりメラー、ヒャド、この辺り中心に、ポップさん以外に活躍するんですけど、なんでポップさんすぐ死ぬんっていうね。なんでポップさんすぐ死ぬのっていうのがね、私の中のポップさん。ああ、ポップさん。なんですぐ死ぬんね、ポップさんかわいそう。はい。で、マームなんですけど、マームね、最初ね、回復当たりだよねって言われてたけど、
途中からこれ回復外れなんじゃないってなって、でワームさんサマースタイルの奥義は、CT 短縮ついてるんでこれ結構有用だったんだけど、これは奥義だけでなかなかこのサマースタイルワームさん使ってる人は結構少なかったかな。でも当時やっと来たよ水着っていうので結構盛り上がった記憶があります。やっと来ましたっていうね。それ以降のイベントがちょっとなかったんであれなんですけど、ここはもうちょっと1年あったら変わったかもしれないですね。で言わずもがな武道家マームやっと来たねっていうところでやっぱりアムド、魔貢献マームは最後あれだったけど、ちょっとなかなかやっぱね会心しっかり出ていかないとダメージっていうのと武神化がねちょっと使いづらかったかなっていう、たまりがやっぱ遅かった。もうちょっと早いだけでだいぶね戦略的にも変わったんじゃないかとは思うんですけども、なかなかちょっとたまりにくかったかなっていうのがねあります。はい、そしてアバン先生、もう言わずもがな、もうアバン先生といえばアバンの服ですよ。ね、もうドラゴラムとアバンの服、最初ね、なんやこのアバンストラッシュ、ヘナチョコやないかいって言ってたけど、ドラゴラム出て、うわ、アバン先生最高ってなってね、で大賢者アバン出て、ね、刀だけど突装備ができるっていうね。で、何があれって、やっぱ全体守る防御バフがあるんで、かなり重宝したんじゃないかなと。アバン先生は最後まで良かったけど、まあ、重宝されたのはアバンの服かなという気はします。はい、そして言わずもがなね、1キャラクターだけど無類の強さを誇る黒子さんね、兄貴。兄貴はねもう闘技場で大活躍ね。とにかくアバン先生の服さえあればワニキ無敵なんじゃないっていう、めっちゃデバフ入るんだけどね。で全体は攻撃入る。そして何よりメタル狩り、メタスラ狩りでもかなり重宝して、こんなに重宝されるんですか、大君との差が激しいんですけど、ね、かなり重宝したんじゃないかな。これこのゲームぐらいじゃない、ワニキがこんな活躍すんのっていう、快進撃様々なとこは結構あったんじゃないかな。なのでぜひね2キャラ目3キャラ目とあるのかなと思いつつ1体だけでしたけど、このキャラが使用率でいうと結構上位に入るんじゃないかなと思います。はい、そしてユンケルさん。ユンケルさんね、あれだね。うんこ座りね。あれがやっぱり最初、もうこれ、奥義いらないんじゃないっていうぐらい刺さりまくってたから、もうユンケル一択みたいなとこあったんだけど、その後がね、なかなかこの鎧の魔剣はほぼほぼ使わない。ね。で魔装とサマスタはこれかなり強かったですね。でライブでもねリスナーの方言ってましたけど、やっぱ HP1 で耐えるねスタイル、そういったものももうちょっと確立したりしていってばよかったかなと思います。最後の方はねちょっとキャラ的にとあと奥義的に上限突破してないんでなかなか使いづらかった面があるんじゃないかと思います。グランドクルスね上限突破してもよかったと思うんですけどね。じゃないとなかなか最後の方はちょっと使ってなかったかなっていう印象かな。はい、そしてみんな大好きねお姫様レオナ姫。レオナさんは全般的に使ってたかな。特に OK ねもうめちゃめちゃ使ってましたよね。やっぱ賢者枠としてかなりでかかったと思うし、とりあえず速水さんなんで私は使いました。とりあえずそうだね。でも後半がねちょっとメルルちゃんにちょっと座を奪われた感はあるけど、このゲームやっぱしっかりボイスがねちょっと種類は少なかったかもしれないですけどボイスがしっかり入ってるっていうのもあるんで、やっぱそこは大きかったかなと思います。はい、そしてバラン言わずもがな、もうどっちも強い。もう最初の竜騎将が出てきた時もねギガブレイク、ね、ギガブレイク。はい、そしてリュウマジン、これは言わずもがな多段攻撃ね。ドルオーラ、ね、ドルオーラ。はい、もうこれはめっちゃ使います。っていうかもう最後まで使いました。で移動時にね飛んでるのも良かったし、で特にこのドルオーラに関してはメタスラ狩りでかなり重宝した人も多いんじゃないかな。あと闘技場もね道中結構ブシャバシャバシャってやつね、あれで結構
使った人多いんじゃないでしょうか。はい、ハドラー、これはね、バルジ島の方がちょっともう強すぎて、超魔生物が若干空気になりつつあった。そんな感じかな。バルジーさんのね、闇属性がやっぱ強すぎて、奥義打ってからの死ぬがいいね。もうあれで大体クリアできるんじゃない、ね。で、あとメラ系もかなり強かったんで、多段系が持ってたっていうことで、なのでその分超魔生物がねちょっと私もほとんど使えてなかったんで、まあこの後ね残り時間少し使っていけたらなと思ってます。はい、無類のラーハルト、これもまあどうだろう、凸と闇となのでかなりいいんじゃないかなと思います。はいね、せっかくなんでやっぱりこのバランと一緒に組ましてパーティーして楽しかったなという感じかな。まあ、そこまで強いかというと、まあ中盤は結構使ったんだけどね、最後の方はやっぱり限界突破なかったんでなかなか出番が少なかった気はします。結構ストーリー上はね出てきたんだけどね、パターンのラーハルトもちょっと欲しかったかなと思います。はい、で言わずと知れたマトリフおじいさん、まあ強い、普通に強い。はい、メドローは持ちだしね、唯一無二、ね、飛んで移動するしね。で太麺ね、太麺太麺がまた強い。最後まで結構使えるキャラだったんじゃないかな。だから終盤はねヒャドというよりやっぱりメドローワになっちゃうけど、ヒャドの時もかなり強かったと思います。奥義だけ取ってもねかなり有能なあれじゃなかったと思います。はい、そしてフレーザードのね、フィンガーフレアボムズがそうね、あれが結構やっぱバフ要因として結構大きかったね。ドラゴラムと2頭のね、こんなフレーザード強くていいのっていう、しっかりバフ要因としてこれも結構使ったよね普通にね。だからこの後続々ねこの相手の敵キャラも仲間になるのかと思いつつ、あまり仲間にならなかったですね。はい、そしてもう説明無用メルルさんね、まさかのみんながメルル仲間なんのっていうね、これかなり盛り上がりましたよね。マジかっていうね。言っちゃうと下のノバもそうですけどね、そこ仲間なんのっていうので、メルルさんに関してはもうずっと使えるっていうね。今度インフィニティででもやっぱこの辺のキャラが使えないのでね、めっちゃもったいない気はするんだけど、サプライズで使えたりするといいとは思うんですけど、なかなかね、ノバもだからね、なかなか出番的に言うと少なかったよね。それで言うと最後のヒムは、出番多かったよね。やっぱ光属性ちょっと少ないっていうのもあるし、やっぱパンチ連打が結構強い。ひるまないしね。で、武神化モードになると、よりさらにね、強さ増すっていうので、ヒムが限界突破してたらもうかなりやばかったんだろうなという感じじゃないかな。あとやっぱりね、やっぱポーンとして最後どうしてもここの辺はね使いたかったっていうので、なんとか実装がねあってよかったかなという感じじゃないでしょうか。はい、ということでね、ざざっとですがそれぞれのねキャラクター思い出語ってみました。はい、で戻らない。はい、ということで一応ねさっきとりあえずゼバロ終わったんで、また次回、アダンジュに、ね、もう抹殺してやるということでやっていきたいと思います。またよろしければ、Twitter フォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また皆さんそれぞれご意見等あったら、ね、俺このキャラめっちゃ好きだわとかね、なんかコメントでいただけると嬉しいです。では皆さんありがとうございました。失礼します。